ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいぜ。地球の平和を守るために銀河に命を捧げた若者3人の物語を堪能したい。具体的すぎるぜ。というわけで銀河の3人を遊んでいくぞい。任天堂にしては珍しく賛否両論真っ二つなゲームよね。任天堂のチンゲーとも言われる実に任天堂らしくない意欲的な作品ぜ。任天堂作品の中ではドマイナーと言える作品よね。まあわかる人にはわかる珍味のようなゲームを日本の三大珍味から隅をつまみにゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーのゲーム万歳。さあ行くぞ。オープニングを堪能してもらいました。この銀河の3人ってタイトルが渋すぎるわねこれ。このタイトルの書きっぷりから指定出ゼロ。ちょっとゲームについても教えてよ。銀河の3人、ジャンルは RPG、ハードはファミコンぜ。開発はパックスソフトニカというゲームソフト開発の下請け会社じゃな。ファミコンだとバレーボールやアイスホッケー、オホーツクニキユなんかも手掛けておるな。銀河の3人のタイトルがオホーツクニキユっぽいわけだな。1987年12月15日に発売となったゲームじゃな。1987年12月15日って。そうじゃ、ファミコンだとファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト3。セガからはファンタシースターと現代もなおシリーズが続く名作が誕生したすごい時じゃ。そのタイミングにぶち込んでくるということは任天堂もかなり自信作だったということだな。もともと PC でヒットした地球戦士ライザの移植じゃからな。もともとは PC のゲームだったのね。でもなんでタイトルが変更になっているんだ？ PC で人気だったのならタイトルはそのままでもよかった気がするが。どうやら発売にあたり商標を調査したところライザーが商標登録されていたためにタイトルを変更したらしい。微妙なところで商標登録されていたのね。それにしても地球戦士ライザが銀河の3人って、ダサい放題をつけられた洋画みたいになってしまったな。全くもって渋いタイトルになったのじゃ。とはいえ PC を持っていなかったわしは当時ベーシックマガジン、通称ベイマガで特集されるライザを見ながら、ライザやりてーと思っていたわけじゃよ。それで移植されると決まった時はどんな気分だった？そりゃ嬉しかったわな。タイトルには驚いたが、そして、長い帽子がキャラクター、メカニックデザインと聞いてさらに驚いたな。かなり攻めてきたと思うぞい。実際は敵キャラのデザインは違うらしいが、しかし、あのパッケージは一瞬購入をためらうくらいのインパクトがあるな。長井剛ワールド全開のパッケージだもんね。そして、突出すべきは音楽をYMO の高橋幸宏氏が手掛けていることじゃ。なんか大物だらけね。銀河の3人の曲というのは耳から離れない、聴いたら忘れられないという特徴があるとわしは思う。非常に耳障りよくてそして耳に残る楽曲なんじゃわ。実際に37年前にプレイしていたわしが今でも曲を口ずさめるほどじゃからな。物覚えの悪いジジイが覚えているんだから相当だな。じゃろ？実は隠れた神曲揃いのゲームと言ってよいな。とまあ、あとは実際にプレイしながら説明していくとするぞい。それではゲーム実況していくぜ。それでは早速遊んでいくぞい。ストーリーじゃが、西暦2300年。人類は地球連邦国家を作り、永遠に戦争を放棄した。国境はなくなり、すべての人に愛と平和が与えられた。しかし、外宇宙から現れた謎の文明ガルムの攻撃により、地球は再び危機を迎えることになった。我々は愚かなる戦争によって我が第一ガルム星を失った。我々は第二のガルム星を探し、2億6千万光年の旅を続けてきた。そして今、ここに安息の地を見つけたのだ。その名は地球。ガルムの強大な軍事力に地球は敗北寸前まで追い込まれていた。文字が小さすぎる。大森大地自然豊かな名前じゃな。33億人は多すぎるだろ。全戦力も失うとか完全にアウトな状態。免れない。意外と強固なバリアがあることに驚き。冷静さを失った決定に一同驚愕の展開。
その任務はわしの任務なのかい。なんか軽いやつが出てきたぜ。こやつ、こんな無理ゲーミッションにノリノリだな。といった、人類が33億人も虐殺されなんか作戦失敗して全戦力を失った状態で、一発逆転の敵本拠地を攻め落とす特攻作戦に巻き込まれた形の主人公。与えられたのは人類初の跳躍移動を持つ戦闘メカライザのみ。この貴重な戦力は主人公とさっきの軽い男ブルート2機のみという。どう考えても負け戦だぜ。こんな状況、前田刑事しか喜ばんじゃろというほど絶望的な状況。歌舞伎者は喜びそうね。で、敵の本拠地ガルム空母を破壊するためには3隻のガルムベースを破壊し重力シールドを解除する必要があるとか。なんか複雑な状況だな。とにかく月から SOS 信号が出ているということなんで早速月に跳躍する。先ほどのマップで目的地を選択して移動していくことになるのじゃが。ドラクエみたいに歩いていくのか？いや、目的地を設定すると跳躍ってので移動していくのじゃ。跳躍の度に塩化判定がされ敵と遭遇するとこのように戦闘開始。メカメカしい敵が出てきた。戦闘はオーソドックスなコマンド式じゃ。いかんせん昔のゲーム。RPG 黎明期に生まれたゲームじゃからな。コマンドターン制なんじゃがターンがクセモノじゃ。プレイヤー敵プレイヤー、と交互なのじゃが、まず敵は複数登場した際、敵のターンで複数一斉に行動する。まとめて動くの？そうじゃ。そしてこちらの攻撃は基本的に全体攻撃じゃな。後半、範囲を狭めて威力を上げる 3way、1way というアイテムがあるが基本全体攻撃じゃ。なんか癖がすごいわね。さらに、味方ターンであるプレイヤー、ブルーの間に敵が割り込んでくる。どういうこと？自分、ブルー、敵、自分、ブルー、敵という流れかと思いきや、自分、敵、ブルー、敵、自分、敵、ブルー、敵という流れになる。敵の行動が多すぎだな。そうなのじゃ。こういった RPG 黎明期の色々試していた時代の戦闘システムにより難易度が爆上げになっている。さらに敵によってはとてつもなく回避率が高く設定されていて、こちらの攻撃が全く当たらないということもある。先ほども挙げたように敵の行動回数が多いので一方的に削られて終わるケースも多発じゃ。なかなか骨太なゲームだな。骨太すぎて当時わしは途中で投げた。ジジイが投げたゲームなのか。なら今回はリベンジだな。その無念を思い切り晴らせ。まあクリアする自信ないのに始めたんじゃけどな。月まであと2とか出ているぞ。2というのは月までの距離じゃな。跳躍の距離は保持しているブースターによって変化するのじゃが、現在は1になっておる。ブースターが1個しかない状態じゃ。なので跳躍の度に距離が1ずつ減っていく。じゃあブースターを多く持っていれば目的地に早く到着するし塩化判定の回数も減らせて便利だな。そうなのじゃが距離が3以上になるとライザの機体に損傷を受けるのでヒットポイントが減ってしまうのじゃ。そういうペナルティがあるのか。よくできているな。昔のゲームなのにゲームとして考え練り込まれているのじゃ。というわけで物語を進めていこう。月に到着したのじゃ。月から SOS が出ているって話だったな。このように星に着くと探索ができる。これは PC 版にはなかった要素らしいな。ファミコンオリジナルなのね。さてさて、探索できる星にはこのようにダンジョンみたいな地下迷路が存在するのじゃ。誠の戦士になるには4つのハートですってよ。ジャンプみたいな展開になっているのじゃ。この月では SOS が出ている元へと急ぐのじゃ。ゴヤシンクソンに行かねばなるまい。強い武器でゴリ押すつもりだな。お？なんか発見したみたいだな。人がいるみたいじゃ。カプセルに入っているってことはカミーユの母親か？周囲にジェリドがいるかもだから注意だぜ。というわけでカプセルを地球に届けるのじゃ。目的地は地球じゃ。さっき月でブースターを回収したので距離を2にすることができる。一気に倍も効率が上がったな。最強じゃ。あっという間に地球に到着したのじゃ。月で回収したカプセルを渡すのじゃ。休む間のなく移動だな。ここは先ほど手に入れた情報。シンプソンで 4M バルカンを手に入れるのじゃ。いいわね。ロボット強化はロマンだぜ。シンプソン遠いな。66も距離があるぞ。33回の跳躍とか気が遠くなるのじゃ。カミーユの母さん随分若返ったな。まだそのネタを引っ張るのか？いきなり年齢聞くとかデリカシーのかけらもないのか？泣いてるな。本当にブルーは最低なやつじゃ。
全然、そう思っていない顔しているぞこいつ。そして、この無責任発言。ブルーはかなりヤバいな。リミも表面的にありがとうと言っているだけで第一印象は最悪だと思うわ。ということでシンプソンに急ごう。新たな仲間じゃと？なんとリミが仲間となって協力してくれるのね。ブルーはなんつう顔をしているんだ。スネ夫みたいになっているな。なんとリミはマインドシーカーじゃった。清田の弟子だったか。まずはリンゴを念力で動かしてもらおう。というわけでシンプソンに到着じゃ。念願の 4M バルカンを手に入れたぞ。これから買うんでしょ。というか金が足りてないぜ。あらほんまや。これは金策待ったなし。というわけで周囲で金策してくるのじゃ。さて一人分の金は貯めたのじゃ。この武器を購入する感じは RPG っぽくていいな。このゲームレベルアップしても上がるのはヒットポイントだけ。攻撃力や防御力はレベルアップでは上がらんのが特徴じゃ。成長が感じにくいタイプではあるのか。武器の購入やパワーアップアイテムで強化していくのが基本じゃな。防御の概念はないのでヒットポイントで耐久度を上げるしかない。時折、こういう謎のメッセージが地球からやってくる。プレッシャーをかけられまくっているな。新鮮な牛乳という人参をぶら下げられて頑張る男たち。こういった能天気なところはブルーの長所ではあるな。ミオの通信終わり、が独特のシュールさを演出しておる。レベルを上げすぎたみたいだな。ガルムベース1を落とさないとレベル上がらないみたね。いよいよブルーの分の 4M バルカンが購入できるな。主人公、ブルーともに武器を強化だな。よし、これで2人とも 4M バルカンになったのじゃ。続いてユニックに足を伸ばしたのじゃ。ユニックには正義という学者がおるのじゃが、心がバキバキに折れているのじゃ。まあ状況が状況なだけに仕方ないわよね。だって地球に戦力残ってなくて大気圏バリアとライーザ2機だけなんだろ。コロニーはバリアの外だしな。確かにバリアの外でバリバリに敵の脅威にさらされているのじゃ。そりゃ心バキバキになるのじゃ。次はアルゴスを目指す。なんとアルゴスはバリアーみたいなのに囲まれてコンタクトができん。ヒロキという人物が中に閉じ込められているみたいね。なんか後で来ることになるみたいじゃの。次はピクセルに向かうぞい。新しい武器を購入してさらに攻撃力をアップする。さっき 4M バルカン購入したのにもう新武器買うのか。かなりはしょったが結構苦難の道のりじゃったわい。イオンビームだな。400ウランもするのか高価だな。二人分には80ウラン足らん。というわけで一つ購入して金策じゃな。オーバーキルも甚だしいんだぜ。敵が1体じゃと確実にオーバーキルじゃな。これでザクザク敵を倒して金策するぞい。ピクセルに到着じゃ。これで2人分のイオンビームを揃えられる。これでかなり強化できた。で、レベル上限に達しているので早速ガルムベース1を破壊しに行くぞい。というわけで一気に飛んできた。本当はちまちまと跳躍してきたけど。さてさて中ボス戦になるわけじゃが母艦との戦いは雑魚と少し違う。射程内まで接近しないとこちらは攻撃できないのじゃ。その時敵は攻撃してくる。ひどいわね。一方的にやってくるのじゃ。敵の攻撃をしのぎつつ射程内に入っていかなくてはならん。でも母艦とはいえ、敵の攻撃も痛くないわね。接近するに従い母艦のディテールが明らかになる演出はいい。憎い演出だな。よし射程に入った。まずは4ビームじゃな。O54 もダメージを与えたな。
被弾模様とかかすり傷みたいなもんだな。ここでミサイルいっとこう。ミサイルは最大10発をまとめ撃ちできて大ダメージが期待できるスーパーファイナルアタックウェポン。ミサイル10発をうすら笑って見ているミオの絵がシュールだぜ。197もダメージ与えたのじゃ。オーバーキルな気もしなくないな。地球の危機的状況だし武器蹴散らずに行くのじゃ。で早速レベルキャップが解除されたからレベル上がっているな。いいぞいいぞ。この調子で寸胴を進めて参ろう。続いて次の裏側に行くぞい。月の裏側なんてあるの？マップにはなかったみたいだけど。月から別の目的地を選択後に1回跳躍をしてから月に戻ると月の裏側に行けるのじゃ。そんな謎があるのか。で月の裏側には何があるんだ？良いものじゃいいもの。このように月の裏側に到着じゃ。月の裏側は敵が出ないので探索は楽じゃ。かなり奥底まで進んだ先にアイテムがあるぞい。愛のハートじゃ。誠の戦士になるためにハートを4つ集めるんだっけ？その一つが地球のそばに落っこちていたのじゃ。無造作に置かれていたな。そして嬉しいのがミサイルポットじゃ。なんなの？ミサイルの上限が20発になる優れものアイテムじゃ。お強化力だな。同時に撃てる数は10発の制限は変わらずなんじゃがな。それでも倍保有できるのは嬉しいな。さあ超火力になったところでガルムをサクサク倒していくぞい。ガルムベース2だな。基本的にガルムベース1と同じじゃ。ミサイルが SM になっているな。アグレッシブな名称になったぜ。そういや画面が白っぽいな。故障か？フォギーといってこちらのビーム攻撃の威力を落とすキリを散布しておるのじゃ。そんな厄介な真似もしてくるのか。まあ、ミサイル攻撃メインじゃからな。気にすることはない。しかし、この接近するまで一方的にやられるのはストレスだな。さっさと近づくのじゃ。押し射程に入ったのじゃ。ミサイルぶっぱぶっぱ。くらい SM を発弾。なんで10発いかないのよ。ひよってしまった。308ダメしかいかないじゃん。しょっぱいぞじじい。あ、しかもブルーも5発とか。ケチケチしてんなしけってんぞじじい。あら、落とせんのか。ケチケチするんじゃなかった。豪快に行け豪快に。もうそろそろ落ちるかと。また5発、オーバーキルだとミサイルもったいないとかしみったれてんな。あ、やったのじゃ。もっと爽快な大ダメージを見せてくれ。さてさてガルムニを倒したことでまたまたレベル上限が解放されたのでレベルアップじゃ。そしてガルムベース2のそばにあった惑星、火星を探索しに行くぞい。ここには力のハートがあるらしいな。その前にブースターを発見したのじゃ。これで跳躍の最大が3になったわい。でなんやかんやと奥底で力のハートをゲットしたのじゃ。残るハートはあと2つ。ブルーの分のミサイルポットも手に入れてますます火力がアップしたわけじゃ。残すはハート2つとガルムベース1隻。あとガルム空母じゃな。だいぶ進んできたな。地球の平和ももう少しじゃな。まずはガルムベース3を落とそう。ベース3じゃ。いつもの通りじゃ。
さすがにベース3ともなると近づくだけでも大変だな。レベルはベース3を倒さないと上がらないところまで来ているのにな。今度こそ10発撃ちなさいよ。撃ったるわい。出た驚異の622ダメージ。これはノーシルがドットアンと出るのじゃ。でも落ちなかったな。やはり強いな。さらに10発追加じゃ。豪気だな。やった。最後は5発で綺麗に落としたな。ワープをやっと覚えたのじゃ。これでダンジョン探索が楽になるのじゃ。ダンジョンだとダンジョン脱出できるんだっけ？そうじゃ。ダンジョン以外で利用すると最後に回復したポイントまでワープ可能じゃ。神 ESP じゃマインドシーカー万歳じゃ。そしてユニックにワープする。するとさっきまで心がバキバキに折れていた正義が復活の兆しじゃ。なんかベース3から天王星に何かが落ちたみたいだな。天王星なのか、天王星じゃないのか？細けいことはいいんだよ。とにかく天王星に何か落ちたみたいらしいので探索に行くのじゃ。サクッと到着したな。編集マジックじゃ。エネルギーが少ないな。ちょっと心もとない状態じゃ。なんと学者のヒロキを閉じ込めたガルムの司令官がここ天王星に逃げ込んだらしい。これは決戦の予感ね。というかガルムさんから落ちたのって司令官のことか？どうなんだろ。とにかく探索しようぜ。ということで奥までやってきたぞい。ガルムの司令官を追いかけてきたらとんでもないものを見つけてしまったのじゃ。あらハートがあったのね。さらに3ウェイじゃ。なんなの？攻撃が全体攻撃じゃなく3体に絞った攻撃になるのじゃ。分散していた攻撃が3体に集中するので若干攻撃力アップじゃ。すごそうね。いや、あまり威力は実感できん代物じゃったわい。さらに探索を進めるとポンデリングが落ちておる。ボスじゃ。これが司令官ってやつね。戦闘になるのか？どうやら傷を負っているようじゃな。総司令官らしい。かなりボロボロみたいね。こいつら超文明があるのになんで地球を乗っ取ることしか思いつかないんじゃろな。共存するって道は考えないのか？愚かな戦争で故郷をなくしたとか言ってたのにまた争いとか。ということでガルムは生きている価値なしじゃ。厳しい判断をするもんだな。しかし、ブルーもミオも一方的な攻撃には反対のようだぞ。これ見よがしに助けるなんてコマンドがあるのじゃ。とか言っているぞ。ミオはすごいぜ。何がじゃ。治療の技術に決まってるだろ。というかミオってコンピューターじゃないの？どうやって治療してんだ？そこはファンタジーでしょ。どうやらミオのおかげで元気になってしまったようじゃな。前かがみになっているぞ。元気になった途端に賢者タイム突入したのじゃ。早すぎるわよ総司令官。しかもわしらに勝手に友情を感じるとか、一緒にせんでくれたまえ。言った。
強力なエネルギーを持った丸い機械で、ミオには何であるかわからないと。いろいろ抽象的すぎてわからんな。とりあえず正義のところに持っていくのじゃ。その前にギーパディンがいた場所にアンドロイドが突然湧いて出てくるのじゃが、金星探索に重要なパスワードを教えてくれるのじゃ。聞き逃すと面倒なことになるのじゃ。昔のゲームってメモ必須だったわよね。じじい、メモし忘れていてもう一回聞いたな。正義が興奮しておるのじゃ。しかもすごいエネルギーの丸い機械はガルムバリア解除装置じゃったみたいじゃ。端っこにあったバリアに覆われたスペースに行けるようになるのね。エセコナミコマンドで装置が作動するようじゃな。ほんとだエセコナミコマンドだわ。微妙に逆になっているわ。ということでガルムバリア解除装置を手に入れたが金星のパスワードも手に入れたので金星に行ってみるぞい。先に金星なのね。金星を探索するとパスワードが必要な扉が出てくる。これで先に進めるのじゃ。先に行くと友情のハートがあるのじゃ。これでハートも4つ揃ったな。今度は1ウェイね。これは一極集中になるのか？その通りじゃ。3ウェイより効果を実感しやすいな。次にアルゴルのバリアを解除しに行くぞい。あっさり解除されたな。ついにヒロキが登場するぞい。第一、正義、ヒロキ。同一人物だろ。ハート4つを褒めてくれたぞ。反物質ミサイルのありかを教えてくれたのじゃ。ガルム空母を倒すのに必須のアイテムじゃ。ドラクエでいうところのロトの剣みたいなもんじゃな。冥王星のパスワードを教えてくれたな。早速行くぞい。やってきました冥王星。この頃はまだ惑星だったな。今は準惑星だからな。水金地下木土点解明。知っている人は同世代。海王星より太陽に近づく時もあるから時代によっては水金地下木土点明快になるって覚えていたものだぜ。過去の冥王星の栄光が見れる貴重なゲームじゃわい。しかし単純なパスワードじゃな。セキュリティ担当に怒られるぞ。脆弱しかないパスワードだぜ。そんなガバガバセキュリティに厳重に守られた扉の先に反物質ミサイルが隠されています。これでついにガルム空母と戦えるのか。ちなみにこの武器を持っていないと全くダメージが通らんのじゃ。必須アイテムとやらだな。向こうとなってしまう。では、いざガルム空母に向かおう。ついに来たわね。ガルムとの決着の時じゃ。そして例によって射程距離まで被弾しながら近づく。なんだか私は幕の内一歩を思い出すわよ。相手の弾幕をくぐり抜けて至近距離でデンプシーロール。言えて妙じゃな。さて反物質ミサイルはどの程度のダメージを与えることができるのか。近づくと神みたいだな。好きな人にはたまらん造形じゃろうな。でもさ、宇宙空間で距離によって色が鮮明になるってなくない？そういうことを言うんじゃない。ロマンじゃロマン。スリープ、じゃと。射程に入った瞬間にスリープとか、受ける。H ミサイルは使えないらしい。H ミサイルって、めちゃくちゃ気になるネーミングになっているな。反物質の頭文字なんじゃろうが、H ミサイルはないじゃろ。H ミサイルは。何を発射するつもりだぜ。通常攻撃はご覧通り、全く効きません。このメニューからは H を発射できないのじゃ。H 発射は主人公専用のコマンド。さっきスリープさせられたのは致命的だったのか。くらい俺の H ミサイル。ジジイのしおれた H ミサイルが今地球を救う。見ろ一撃じゃわしもまだまだ現役じゃのう。一撃で終わった。ということでこれで地球に平和が戻ったのじゃ。地球に戻ろうそうしましょ。こいつ何を言ってるんだ。いきなり年齢を聞いて泣かれた最悪な第一印象を持たれたの忘れたのか？戻ってきましたふるさとの星地球。
感動のエンディングじゃな。さあエピローグじゃな。ここはテキスト進行らしいの。昔のゲームだからね。ここから人類の復興の歴史が始まるのじゃな。ブルーをハブにしたな。バリアーのせいでずっと空がくすんでいたのか。スペースデブリだらけになっているのね。つい数分前のことに思えるな。あ。ブルー涙目展開きたこれ。わしの H ミサイルはもう使い果たしているのじゃが。ちょっとドキドキ展開ね。元が PC ゲームだからあるのかしら。大人な展開。ごくり。キャー手を握られたわよ。手のぬくもりがH ミサイル補充急げ。あ、ブルーが起きた。手を離されてしまったわね。おいこらもう H ミサイルの補充は中止じゃあ。止められない本能の差がね。やっぱりこいつはぶっ飛んでいるな。突然の求婚、花屋で求婚。変なラップやめろ。そりゃ、こうなるぜ。戸惑うというか、恐怖すら感じるだろ。答えはノーだ。断るんじゃ。こうしている間にもわしの H ミサイルは補充され続けているのじゃ。ジジイの H ミサイルが限界突破したアラームか？ちゃうわい。ガルムが再出現とか結構ヤバめな出来事らしい。あらラブコメモードが一気に危機的状況になってしまったな。ガルム空母撃破だけでは敵さん地球を諦めなかったらしい。ライーザ隊って言っても二人だけでしょ。物語はまだまだ続くようじゃな。あんたも大概しょうがないぜ。よく考えなくても答えは出ているぞ。この無表情が答えだわね。スターゲートジェット。これまた、短絡的な作戦を。地球最後にして最大の戦力で敵本拠地を叩く。失敗したら地球終了じゃな。大博打ね。そもそもガルム空母を一気に落とすって作戦も一か八かだったわけじゃしな。結局、これしか生き残る方法がないわけだもんね。やるしかないってわけじゃ。お、リミがペンダントをわしにくれるらしい。あいね。ってブルーが受け取っているわよ。どこまでも空気の読めない男じゃ。ということでライーザ第2部スタートじゃ。敵の本営に行ってラスボスを倒すだけだから、あと少しで終わりそうね。まずはスターゲートに行くぞい。スターゲートじゃ。ここをくぐれば外宇宙とやらに行けるのね。やってきました外宇宙。ガルム空間と呼ぶらしい。なんか広そうなところみたいじゃないの。本丸行ってラスボスとドンパチで終了とか思っていたら、甘かったわね。しかも小惑星が攻撃してくるなんて、どうなっているのよ。なんかガルムと勘違いされているっぽいぞい。
いかにも異星人っぽいのが出てきた。ピオス星人のパムらしい。ケムクジャラじゃな。なんとライザの名はガルム空間にも轟いておったか。どうやらピオス星ってのもガルムに滅ぼされたみたいね。ガルムは本当にひどい連中じゃ。憎しみしか感情がわかんな。ブルーの安請け合いだな。ということでガルム空間で早くも協力者を見つけたのじゃ。ここがガルム空間での拠点になりそうじゃな。エネルギーと SM の補充が可能なようじゃ。さて、まずは探索じゃな。こんな感じのようじゃ。思ったより行ける場所は少ないみたいね。戦艦があるのね。破壊する必要がありそうじゃな。データベースって気になるな。行ってみるのじゃ。どうやらディスクを手に入れてから来るところらしいのう。では近くの惑星に行ってみるか。アルファとやらに行ってみる。ちょっと大きめな星のようだな。大きいと思ったら太陽と同じ扱いみたいね。近づけんのか。仕方あるまい。ガルム空間最後の惑星夜に行くのじゃ。ガルムゲート。そんなのがあるのか。どうやら、暗黒空間とやらもあるみたいね。不穏な名前がついておるのう。さらにここのシェルターで新武器が手に入るみたいだぜ。そりゃ楽しみじゃ。早速購入しに行くのじゃ。どうやら戦艦1を破壊する必要があるみたいだぜ。よし、メガイオンとやらを購入して戦艦1を破壊しに行くぞい。色気のある敵。やっぱり敵も強くなっているな。2回の攻撃でも倒せなくなっているわ。メガイオンが楽しみじゃ。このくらいってのが厄介なんじゃわ。仲間を呼ぶ ESP ね。ブースターを回収したわね。このゲーム昔は気がつかなかったがブーストで一気に飛ぶって握手なのじゃよ。あ、こいつが新武器商人ね。メガイオンを完備じゃ。で、さっきのブーストが握手ってどういうこと？昔遊んでた時は早く移動したいからブーストマックスで移動していたんじゃ。早く先に進めたいとか資料の浅い行動をしてたわけじゃ。気持ちはわかるわね。跳躍距離が3以上になるとヒットポイントを削るペナルティを受けるわけなのじゃが、このヒットポイントが無条件で削られるがボディブローのようにじわじわと効いてくるんじゃよ。特に後半で長距離移動が必要になった時に、とてつもなく重いペナルティになってくるんじゃ。そうなのか。回復手段の使用回数が非常に限られたゲームなだけに、跳躍回数を増やしてもヒットポイントを温存する戦略に気がつかないと積む仕様になっている。敵と遭遇してもワンパン、もしくはブルーまでの攻撃で終了することが多いからな。地道に跳躍しながら進んだ方が逆に効率が良いのじゃ。実際にわしは当時、そのことに気がつかずにゲームを投げた。昔は飛びまくっていたのか。長距離移動でヒットポイントがカツカツになって終わる、ムキーやメタルは愛となった。というわけで戦艦1じゃ。
こやつをぶっ壊してガルムゲートやらを使わせてもらおう。例によって例の通りじゃ。ジジイが役立たず状態になっているな。ストーンって石化状態か？なのか、全く動けんのじゃ。ここはパワーでビームの威力を上げてブルーにかけるのじゃ。ブルーに頼るのは尺だけど仕方ないな。ああそのブルーも。こやつ規定八方塞がりじゃ。どうするのよ、この状況。地味に働いてもらうしかないのじゃ。防御に貴重な ESP を使うのか。意外とわしもパニックなのじゃ。ターンで回復せんものか？ダメか。自利品だぞ。ここはリミの ESP に任せるのじゃ。おお破壊した。助かったー。あと一撃まで来てたのか。と安堵するのもつかの間、突然ブラックホールが現れたのじゃ。やばいわね。吸い込まれているわね。ブラックホールだからね。逃げられんときたもんじゃ。ヒットポイントもやばいな。ガンガンヒットポイント吸収されとるな。絶対絶命ってやつじゃないのか。絶対絶命じゃな。
お、なんじゃ。なんとそんなことができるなら最初からやってくれ。負けるなリミ、絶対負けるなふりじゃないぞ。なんかセリフの言い回しの雲行きが怪しくなってきたな。はう、はう。お、メリジー。なんだこれ。H ミサイルの補充を再開したのじゃ。何かに気がつくブルー。はあはあ、わしの H ミサイルは臨界じゃ。おいこらクソじじい。安全空域に出たのじゃ。何かに気がつくブルー。大正解。勘のいい子は嫌いじゃないわね。意外とさっぱりした性格。いや、最初からわしのです。そうですね。これからも頼りにしていますよブルーさん。わしが危ない時はぜひとも役に立ってください。さて一旦補充していたガルムゲートなのじゃ。ここが暗黒空間じゃな。どんな恐ろしい敵が待ち受けているのかしらね。とりあえずオメガってのが近くにあるので行ってみるぞい。行き先が一つしかないとか親切設計な暗黒だな。エグザムシステムを搭載していそうなカラーリングとフォルムだな。杉山清隆とオメガトライブのオメガ到着じゃ。カルロスと式じゃないのね。ブースターの位置を教えてくれて親切じゃな。さて、ここにパディンという凶悪な敵がおります。誰だ？それは。ガルム四天王と呼ばれるうちの一角じゃ。なんかガルムって四天王とか地球文化を早くも取り入れている感じか？気が早い連中じゃ。というわけで、パディンとやらに挨拶に行こう。パディン直前まで来ました。ヒットポイントが桁違いすぎるのじゃ。4桁はすごいな。ノリがブルーと同じ。多分 IQ が同程度。まずは S ミサイル10発でご挨拶。どのくらいダメージ通るかしらね。331か。思ったより出ないな。相手の攻撃も重たいわね。激痛じゃ。とにかく S ミサイルは使い切るのじゃ。300超えたか。残り弾数を数えるとあと削れても330程度。残り600弱、ビームで削れるのか。これは苦戦だな。貴重なエネルギーパックをブルーに使う。ミサイル使い切る前にやられたらたまらないからね。168はおおむね期待値じゃな。期待を超えないじじいだな。厳しい評価じゃ。ブルーは200を超えてきたぞ。期待を超えてきたな。さて、残り538じゃ。ここから殴り合いの開始ね。エネルギーパックを使って殴り合いじゃ。お、思ったよりは、入った。ジジイとブルーで220くらいということは耐えれればいけそうだぜ。
最後のエネルギーパックを使うのじゃ。残り150、あと1回で削るのは無理か。ここよここ耐えて。ギリギリ耐えた。攻撃ミスらなければ勝ち確じゃ。勝ったー。危ないギリギリだったな。ガルム四天王、侮りがたし。お、これはディスクじゃないか。データベースってところで持ってこいと言われたアイテムね。早速持っていくのじゃ。レーダーに新しい反応が現れたようじゃな。いけるところが増えているな。残具にはまたまた新しい武器が売っているとからしいので早速行くのじゃ。ここのシェルターはあるアイテムがないと真っ暗なのじゃが、入ってまっすぐ下に行けば武器販売の人に会えるのでありがたいのじゃ。結構、お金カツカツだったな。さっきまで余っていたのにエネルギーパック代とミサイル代で消えたのじゃ。これで二人ともサイコビームじゃ。レベルアップとアイテム回収を兼ねテーブルに向かいます。目的の赤外線スコープじゃ。これで暗闇が見えるようになるのじゃ。体勢を整えて一番遠いアモスへ行ってみましょう。小惑星みたいなので何か良いもが売っているんじゃないかと期待。あんな遠くだし何か強力な武器が売っていたりしそうよね。次の跳躍でアモス到着じゃ。ワクワクするのー。この不穏な曲は、四天王来たー。ボーラ王ですってよ。ヒットポイント安定の4桁。全く心の準備をしていなかったのでパニックじゃ。とりあえず S ミサイルが20発フルであるのはありがたいな。550近く入るってことはミサイルフルぶっ破できれば勝てるな。パディンより楽なんじゃない？でも、なんかいやらしい攻撃してきそうなフォルムをしているよな。ヒットポイントの上限を下げてきたわよ。行った側からいやらしい。エネルギーパックも潤沢だから余裕そうだぜ。これは楽勝かもしれんな。ビームも200強とか弱かったわね。奴は四天王の中でも最弱。イカロス砲について漠然とした重要情報をゲット。ここでは P ミサイルを撃っておる。規制が入るような危険なミサイルってことじゃな。P ミサイルってことか。ということで P ミサイルをフル装備しておく。しかし敵がまだ S ミサイルを落とすので間違って取ると全部 S ミサイルになってしまうので注意じゃ。そうしたら次は赤外線スコープを手に入れて中が明るくなった残具を探検する。このように丸見えじゃ。まずはスモップクリア。
これは敵のフォリーとかをクリアしてくれる時があるアイテムじゃ。それではイブルに四天王を楽しみ行くぞい。ギルマドンナです。ルマンドみたいな名前です。色も似ているぜ。四天王じゃなかったのか。手前で出た雑魚です。これが四天王姫マドンナ、女型ですな。縄で縛ってきます。姫というより女王様です。ブルーがおるな。豚のケツって表現は最強すぎるな。縛られる趣味はないのでまずはカットする。失敗しているわね。地味のやつ、実はそういう趣味があるんじゃなかろうか。よし切れた。攻撃は痛くはないな。あれ？ジジイのミサイルが S ミサイルになってるじゃないか。途中で間違って拾ってしまった。S でも660いってたな。500位を叩き込むのが楽しみじゃ。完全にオーバーキルじゃ。1575ダメはすごすぎるわ。粉々になってるぜ。姫ちゃんはガルムレーダーを所有しています。なんだ？新たな場所が追加され重要アイテムがあるのじゃ。マップ右上に新しいポイントが追加されておる。X ポイントと言ってるわね。早速行くぞい。寝てたのか。なんとか倒せた。これが目的のプリズムじゃ。なんなの？
これがあると跳躍時にヒットポイントを回復できるようになる。実質ブーストが4まではヒットポイントを削られるペナルティがなくなるのじゃ。神アイテムじゃないの。レベルが上がらないので戦艦2を破壊しに行く。いつものじゃ。ヒットポイントが減るとダメージで揺れるようになるみたいじゃな。はい、勝利。これでレベル上がるか？上がったのじゃ。次はイムで武器強化じゃ。ここで最強のビーム兵器であるハイパービームを購入する。最強武器と聞くと終盤な感じだな。これで最強武器ゲット。いよいよ最強の四天王を倒しに行くぞい。めちゃくちゃ大変だったけどたどり着いた。編集の力はすごいな。これが最強の四天王。ガメリンガー。いちいち名乗りを上げてくるのかわいい。さて、こやつはミサイルバリアーとやらでミサイル無効なのじゃ。なのでリミのマインドシーカー力で倒す。奥義怒りじゃ。リミは怒らせない方が良さそうだ。S シールドをゲット。熱くて近寄れなかったアルファを探索できるようになった。早速レッツラゴーよ。推しアルファに到着じゃ。地表に降りれたのじゃ。これが最強武器イカロスじゃ。いよいよ手に入れたわね。わしのライザに装備したのじゃ。試し撃ちをするのじゃ。圧倒的なダメージ。すごいけど使って平気なの？大丈夫じゃ。アルファに行けば補充可能じゃ。おしそれじゃいよいよ最終ガルム要塞攻略に向かうぞい。いよいよ大詰めだな。エビじゃな。カニやらエビやら甲殻類が多いな。アレルギー持ちのわしに対する嫌がらせか？
ここでイカロスぶっぱじゃ。壁に穴開けたぞ。そこから侵入するのじゃ。ついにラス弾です。さあ本当に最後の最後のところじゃ。いよいよラストじゃ。ついに来たわね。実質ラスボスのガルジャッカ。こいつはリミの間一撃じゃ。すごい間。重たすぎる愛じゃな。なぬ？ビーム効かんのか。じゃあイカロス。これもダメか。あ、通った。ここからはイベントです。この問題のラストをゆっくり堪能してください。
妹を。ってことは、まさかリミは？とんでもない中二設定。1000ポイントの念力は清田の前では赤子同然。地球の運命はペンダントに委ねられる。あ、ブルー。1000ポイントの念力がどのくらいか想像できない。お、でもブルーが取り返したみたいよ。ナイスブルー、たまには役に立つなお前も。何を大げさなこと言ってんだ。たかだか1000ポイント念力でしょ。ブルーのやつかまってちゃんだな。まさかの展開。しかもあっさり慣れし。こんなラストであっさり行く主人公格初めて見たぞ。さあ気を取り直して。とにかく帝王とやらを倒したようじゃ。FF2 より先に帝王がラスボスになっていたとは。エニックスからスクエアに転職したけど最終的に合併でエニックスに戻る帝王。恐ろしすぎる。ガルム人マジでやべえ。関わりたくないドキュン星人だった。いや、やめてください。怖いです。しれっと恐ろしいことを言っているわよ、この子。マジでガルムに目をつけられた瞬間から終わってるじゃん地球。なんという展開なのよこれ。主人公とヒロインが殺し合うゲームって、昔のゲームすごいな。これは、鳥肌。凄まじい展開ね。まさにゲーム黎明期の凄みを感じるわよこれ。これで、終わったのか。このゲーム。すごい。というわけで感想戦行くぞい。まずはストーリーから語らねばなるまい。ゲーム史上屈指のウツエンドとしても名高い本作品。
地球は救われたがゲームの中心にいる3人のキャラクターが誰も救われない。こんなバッドエンドな展開が待っているなんて誰が予想できたか。しかし、ゲームに物語を持たせ様々な体験をさせる試みとして、RPG 黎明期に単純に悪を倒してハッピーエンドにならないストーリーを導入したのは、制作陣の凄まじい熱意というか熱量みたいなものを感じてしまうな。ゲームを子供騙しのような遊びではなくゲーム性だけでなく物語としても楽しめ、心に刺さるような文学的なものにまで昇華させようとした熱量を感じてしまった。しかし、この誰もハッピーにならない最後ってのもすごいな。今でこそアニメやらなんちゃらみたいなコンテンツも認知されてきているが、こういった偉大な先人があってこそ、なんじゃな。そして、このゲームが任天堂ブランドで発売されたことが驚きじゃわい。ファミコンの可能性を広げたいという思惑があったのじゃろうか？いや、実に任天堂らしくないゲームじゃなと思う。システム的には元々が PC ゲームで RPG 黎明期の作品ということもあってか、当時としてももう少しアレンジがあってもよかったのかと思う。あとは難易度もファミコン向けに下げてもよかったのかもとは感じたな。ただ、打つエンドを見るに難易度を下げて安易に小学生たちに見せるのは、と考えるとこの難易度で良かったのかもしれない。難易度としては敵の回避率、不当に多い敵の攻撃回数、あとは崩壊しているターン制、ダンジョンのエンカウントの高さなど調整の余地はありそうじゃ。あとブルーね。こっちが攻撃外した時は文句言ってくるのはまあわかる。しかし自分が攻撃を外した時にヘラヘラしているのが許せん。あれはどうにかならなかったのか。印象が悪すぎるぞい。とまあ、当時は投げたゲームじゃったが久々にやってみてエンディングまでいけたのは素直に嬉しいし、なんじゃったら現代でもうまくリメイクすれば十分通用するんじゃないのかと思うほどじゃった。というわけでアンケート結果いってみるぞい。アンケート結果はこんな感じになっているわね。なんとどちらでもないが圧倒的じゃな。そして神ゲーとクソゲーが同じくらい。珍しい分布ね。神ゲー指数はどうなったか？それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は 0.5、ほぼゼロだな。すごいバランス感覚に優れたゲームね。それではコメントいってみよう。皆さんいつもコメントありがとうございます。コメント紹介していきます。ともちかさんのコメントです。懐かしいですとりあえず、最初は太陽を目指してみました。小ブースター追加して跳躍距離が伸びたり、武器を強くしたりと前半は結構楽しめたのですが、後半になるに従ってだんだんと難しくというか、理不尽になってた気がします。前半の楽しさのままだったら良作になり得たはず。ストーリーもいいですし。最初に太陽、すごいとこ目指しましたね。後半は敵の強さのインフレがすごいゲームですよね。投げた子供も多かったのではないかと思います。塩ラーメンさんのコメントです。元のライーザが佳作だったのにやたら評価が低いに D ダンジョンが追加されてそこの演歌が鬼だったのはさておき、なんでダイナミックプロに書かせた？あれがアビコか北爪か三木本だったら絶対ワゴン行きになんかならんかったわ。あのパッケージは泣く子も黙るパッケージですからね。なんで長い号紙だったのか、謎ですな。高弘長友さんのコメントです。クリア動画を見ましたが、あの謎システムは攻略本にすることすら難しい。攻撃のターン精度が崩壊していますからな。あと回避率。金狐さんのコメントです。攻略本買うとソフトが当たるという、本末転倒なキャンペーンがありました。そんな鶏が先か卵が先かみたいなキャンペーンあったんですな。面白い。そもそもソフト欲しさに攻略本を買うってすごい。佐々木幸宏さんのコメントです。確かオリジナルはエニックス発売だよね？これをなんで任天堂名義で発売されたのか全くわからん。エニックスですね。任天堂経緯は謎ですが、当時エニックスが忙しかったみたいな話があるようです。任天堂としても何か話題になる RPG を出しておきたかったのかもですね。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。イメージアートやパッケージで損してますよね。タイトルも変更されて、地球戦士ライーザの移植だと気づかなかった人も多いのでは？ラスボス戦がイベント戦で、まるでバッドエンドな後味の悪いエンディングへ一直線なのもちょっとな。もっとも任天堂ブランドらしからぬゲームだと思います。任天堂ブランドらしくないですよね。ほんとどうしたんだ？ってくらい打つエンドですからね。ストーリーに関しては改めて見るとゲームを大人の遊びとして消化させようとする気合を感じました。あかねちゃんさんのコメントです。ネタバレは避けますがあの衝撃のラストを生で見れた小学生は果たして何人いるのか。多分、大体の小学生は投げたかと。当時高校生だった私が投げたくらいですから笑い。コメントは以上になります。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうなのじゃ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。今回も無事エンディングまで終わったのじゃ。し
かも40年近くぶりのクリアという。また当時投げたゲームをクリアしたのか。結構投げているゲーム多いなわし。諦めが早いのよ。判断が早い。そういうことじゃないだろ。まあ、でも改めて色々なゲームを新鮮な気持ちで楽しめるのは得した気分じゃな。無駄に前向き。